はい、お疲れ様です。新玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、ちょっとオーダーをやってる最中なんだけども、実際の作業の中で、顔の植毛についてね、ちょっと解説をしました。結構ね、みんな困ってるんじゃないかなと思って、こうやってベースの時に凹凸をつけて作るでしょ。で、顔を実際に植毛した時に起きがちなのがさ、やっぱりこの凹凸せっかく作ったのに毛の密度が濃くなりすぎてカットしてたらね、凹凸を見失ってこうなんかまん丸になってしまうとかさ、マリモみたいになっちゃうとかね。あとは逆にそうなるのを恐れて毛の密度をなるべく薄くして入れてったはいいけど、なんかカットしたら剥げちゃったりとかさ、あるいはやっぱり毛量が少ないとちょっとね、毛がね、なんていうかな、ザンバラな感じになるし、見た目もやっぱ荒くなっちゃって汚く見えちゃうので、そんなところでね、困ってる人が多いんじゃないかなと思ったんで、今回、顔の植毛するのにどれくらいの密度だったらいいんだよっていうことと、あと、その植えた時の毛の処理の仕方、どういうふうに、寝かせるんだけど、僕の場合は、そのね、やり方を解説した動画になるんでね、ちょっとね、最後まで見ていってください。はい、それでは始まります。はい、今回はね、ちょっと顔の植毛、結構みんな、うまくやってる人はうまくやれてるしね。あと、結構まだらになっちゃうんですなんていう人はね、密度が結構薄かったりすると思うんでね。毛の量が足りないとかね。で、実際に見てみないとね、わかんないと思うから、ちょっとね、実際にこれも僕の作業をね、見せていきます。顔今やってるんだけども、だいたいこんくらいかな、取るの。で、毛の流れ。ごめん、カメラが近いからね、ちょっとね、当たっちゃうんだよね。こんな感じで、毛の流れ整えて、こんな感じ、厚さ的には。で、これ本当はね、綺麗にやるならもっとね、量少ない方がいいよ。僕は慣れてるからこれぐらいの量ではやるんだけども、力でちょっとここでさ、開いたりして、こうほうきみたいにバッと広がってるじゃない。で、毛の流れを作って、で、この位置あるでしょ、刺しておいて、そこを覚えておいて、乗せる。で、これはね、なんだっけな。針が、普通の、なんだっけこれ。レギュラー針じゃなくて細針だ。細針が入ってる3本のやつなんだけど、この間隔の狭いやつでちょっと簡単に、刺すっていうよりも軽く当てて、刺してね、押さえつけてあげる。で、この時に、ここ見たらわかるように、僕の植毛の仕方は、この前に植毛したところ、ここの境目にかぶるようにしてあげる。少しね。で、その時にもしさ、かぶってるかどうかわからなかったら慣れてないうちはね、軽くめくってあげたらさ、かぶってるかどうかわかるじゃない、こうやって。で、確認しながらこうやって、結構僕もね、確認しながらこうやってやってます。で、これ今はスピード針なんだけど、スピード針でだいたい僕はこうやってこの植毛するときに幅を持たせるんだけども、短毛の子なんで、この貼り付ける幅っていうのかな、3ミリぐらいかな、数値的に言ったら。でも必ず3ミリじゃなきゃいけないっていうことじゃなくて、あくまでもこの、これぐらいだったら、綺麗に密度濃くカットしても綺麗な毛並みにできるんだけど、これ以上ね、この差し込むこの幅をさ、広げちゃうと段差ができちゃったりするから、やっぱり荒くなっちゃう。だから短毛の時はこれくらい。で、長毛だったら、もう少し広げてもいいかなっていうくらいかな。でもこれスピード針。で、今この針の刺し方見てほしいんだけど、こうやってあんまり深く刺してないじゃない。ほんとね、これぐらいだから、多分ね、これぐらいなんだよね。これわかる？このね、頭これ針によって違うから何とも言えないのか。僕はこのね、1個目の切り欠きがある部分、そこぐらいまでしかね、全然見えないね。切り欠きがある部分ぐらいまでしか刺してないんだよね。こんな感じで。
でもそれでも十分こうやってね、何度もこうやってやってりゃ刺さっていくから。で折り返してあげる。でこの折り返す時にデタラメに折り返すんじゃなくて、こういった3本針とかで少しこうやって毛の流れ作ってあげたり、あるいはなんだろう、こうやってコームとか使ってもいいと思うんだよね。こうやって毛の流れを作ってあげて、その折り返したところを根元しっかり刺してあげる。抜けないように。これもね、スピード針でやってんだよね。ほんと当てるだけというか、軽く刺すだけ。で、ここからなんだけど、これだけだとやっぱり穴も大きくなっちゃうし、この上刺しちゃうとさ、こうやってね、大きな穴が開いちゃうから、じゃあどうするかっていうと、ここからね、一回細針の3本針でちょっともう少し根元しっかりこうやって刺してあげた後、僕はこれ今度極細針が入ってる3本針なんだよね、これ。でそれでちょっとね、こうやって幅広く差し込んであげる。で極細だったらそんなにねベタって張り付かないし、穴も開かないので、針の穴がね。でこうやってあげて寝かせてあげる。これぐらい寝るんだよね。植毛してんだけど、これまだカット前だからねっていう感じでやるね。でもう一段ここやるよ。同じように入れたい量取って、これもねちょっと慣れだから自分でやりながら感覚つかんでほしいんだけど、これぐらいをここに入れていくんだけど、こんな感じで入れたらだいたいね、前の植毛した場所がどこだったかなって確認して、こうやって刺していく。おおよそでも見当つくでしょ、大体こうやって見せたらね。軽くねこうやって刺していったり、3本針で押さえてあげたり。結構こうやって細かく、僕の中ではこの細かく刺してるでしょ、こうやってね。でこの刺し残しの部分がないぐらいのつもりでこうやってまんべんなく刺すようにしてるんだよね。こうやってで折り返しの部分こうやってやって折り返して、毛の流れねしっかりつけるべきところはつけてあげて、ごめんちょっとねカメラが見にくいかもしれないけど、ちょっとね勘弁して。でよかったら根元細針で少しこうやって押さえ込んであげて、で極細針でしっかりとこうやって寝かしつけるというかね、このしっかりとまた植え込んであげるというか。で極細だったらね、このベースがそんなに何度刺してもねそこまでねなんだろう変形しないし穴も開かないし、やりすぎは良くないけどね。でこんな感じで入れてあげる。でちっちゃいブラシなんかでこうやって起こしてあげて、反対側からもねこうやって起こしてあげて、で実際にじゃあ今度バリカンを入れていく。いきなりね仕上げたい長さにするんじゃなくて、ある程度長めにしとくね。どうせ最後の方でまた調整したりするんだから。短く切っちゃうとさ修正できないじゃない。なんで修正可能な長さにしておくっ
ってみてもらうと、ここすごい綺麗でしょ。密度がある程度あって、自然な、なんていうかな、この毛の毛量っていうかね、今こっちね、ちょっと粗くなっちゃってるけど、こっちも一緒。こんな感じでね、ずーっと全部やっていくと綺麗な顔ができるんで、ちょっとこう顔に植毛したり体に植毛してもそうなんだけど、こうなんかね段差ができちゃうとか、ハゲてる部分が見えちゃうとかっていう人は、今みたいな感じでなるべくある程度の密度が作れるように。で、密度濃くしちゃうと、ただまっすぐ植えちゃうとボンってさ、なんていうかな、この膨らんじゃうじゃない。で、毛むくじゃらになってシュッシュつかなくなっちゃうけど、それを防ぐためにこの極細針で最後こうやって毛をね寝かせてあげる。するとこのなんていうかな、これまだまだ切るんだけど、毛をね最終的に毛をカットしてもベースの顔よりもそこまで大きな顔にならないから、少しはね大きな顔になるんだけど、一回り大きくなるかなくらいで収められるし、ベースの時に形をこうやってしっかり作っておくことで、凹凸をねそのまま寝かしつけるように植毛するから、ベースの時に作った顔の形がそのまま表現できるから、そんな感じでね僕はやってます。はい、ひとまずねこんな感じでね顔の植毛が終わった状態で、毛をねこうやってたくさん入れてもしっかり寝かせるような植毛をすることで、ベースの時に作った顔の形をそのまましっかり表現できるし、この凹凸もしっかり表現できるから、そんなにね顔も大きくならないので、ベースの時より一回り大きくなるくらいかな。こんな感じになります。で、やっぱりね毛の密度がこの植毛の時の入れる毛の間隔が広かったり、毛の量が薄かったりすると、ここまでこうなんていうかな、綺麗な感じにならなくて、もう少しこうザンバラでハゲてるような感じにもなっちゃったりするから、やっぱりねある程度しっかり密度は濃くして入れるようにすると綺麗になるかな。はい、こんなとこです。はい、というわけでね、今回はね、顔の植毛についてね、解説をしました。これはね、体も同じなんだけども、ぜひね、ちょっとね、やってみてください。特にね、極細針で毛を植えた後寝かせるっていうやり方は、僕はもう常にどこの場所でもね、手でも足でも顔でも体でもやるんだけれども、それによってね、ベースの時に作ったこの凹凸っていうのをしっかり活かせるから、それで僕はね、ベースの時にしっかりと作り込むっていうことをうるさく言ってるんだけども、そんな風にすると、いいんじゃないかなと思います。ぜひね、ちょっとね、なかなか今うまくいかないって人はね、やってみたらいいんじゃないかなと思います。はい。そのところで今回の動画は終わります。ためになったなと思う人はね、ぜひね、チャンネル登録してね、いいねボタンして、質問なんかある人はね、どんどん質問書き込んでください。はい、それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。